皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは少し真面目なお話をしていきたいなと思います。それが何のお話かというと、地震についてです。地震。最近、日本で大きな地震がありました。で、私の生徒さんの中にも、大丈夫ですかって心配してくださった方がたくさんいらっしゃったんですけど、私が住んでいるところは震源地、地震があった場所からかなり遠い場所だったので、私は大丈夫だったんですけど、でもやっぱり地震が大きかった地域では大変なことになってます。なので今日は地震のことについて少しお話ししたいんですね。やっぱり今日本以外に住んでいらっしゃる方も、私の動画を見ている方はね、日本語を勉強している方、日本に興味がある方が多いと思います。なので、やっぱり日本に旅行に来たいとか、日本に住みたいとか思っている方がたくさんいらっしゃると思うんですね。なので、やっぱり日本語教師として地震のことを皆さんにも知っておいてほしくて、今日はお話しすることにしました。で、まず、やっぱり皆さんも知っていると思うんですけど、日本は本当に本当に地震が多い地域です。多い国ですね。地震大国って呼ばれてるくらい、日本ではとにかく地震が多くて、もちろんすべての地震が大きいものではなくて、小さいものから大きいものまであります。でも実際に私も大きい地震を経験したこともあるし、で、私には直接、何か被害がなかったとしても、やっぱり忘れられない地震っていうのもあるんですね。で、きっと皆さんも知っていらっしゃる方が多いと思うんですけど、2011年に起こった東日本大震災ですね。あの地震も私の家からはすごく遠い場所だったので、私には被害はなかったんですけど、でも本当にそんな私でも忘れることができない。ニュースでしか見たことがなくても忘れることができないものなんですね。あの時は地震だけじゃなくて津波も起こって本当に大変でした。たくさんの方が被害に遭われて、今でも苦しんでらっしゃる方もたくさんいるので、やっぱり一人の日本人としてあの時のことは忘れてはいけないものだなっていうふうにずっと感じています。で、その時からやっぱり日本人の地震に対する危機感、私もそうなんですけど、地震に対する意識がすごく強くなったなって感じていて、それがあったのは私が小学生の時だったんですけど、子供の時から私たちは学校で避難訓練っていうものをしています。避難訓練っていうのは、地震とか火事とか、そういう何か災害、危ないことが起こった時にどうやって逃げるかとか、どうやって行動するかとか、そういうのを学ぶトレーニングなんですけど、それがね、学校で本当にたくさんあります。日本の小学校とか日本の中学校、高校でも私たちはやっていたんですけど、やっぱりその東日本大震災が起こるまでは、私もそんなに何か直接的に大きな地震っていうのを見たこともなかったし、経験したこともなかったかなって思うので、あんまりその避難訓練に対しても意識を持ってなくて、ちゃんとやらないといけないっていう考えもあんまりなかったんですね、正直。なので、今日は避難訓練があるっていう風に聞いても、別に、何か逃げるためのトレーニングだなとか、それくらいしか考えたことがなかったんですけど、でもやっぱり大きい地震を見てからは、トレーニングもちゃんとしないといけないなって思うようになりました。
これは私だけじゃなくて、やっぱり本当に日本中の人、何かあった時にどうやって行動するかっていうのは、本当に本当に身につけておかないといけないことだなって思ったんですね。で、私が子供の時に学校で教わったことなんですけど、お菓子もっていう、なんて言うんですかね。合言葉みたいな、キーワードみたいなのがあったんですね。災害が起こったら、お菓子もっていう言葉があったんです。学校の先生から何回も何回も言われてました。で、これが何かというと、おは幼いですね。幼い。人を幼い。やっぱり特に子供はそういう何か危ないこと、地震とか津波とか火事とかが起こったらパニックになってしまいますよね。そういう時に友達を押したり先生を押したりしたらもっと危なくなる。だから押さない。で、次、はかけない。これは走らないっていう意味です。やっぱり走ったら危ない。さっきも言ったように誰かにぶつかったりしてしまって、もっともっと大変なことになるから走らないっていう意味のです。で、次、これは喋らないですね。喋らずに先生の話を聞きましょう。で、もは戻らないですね。やっぱり教室に大切なものを忘れてしまった。大切な何かを忘れたから取りに戻りたい。そういうのはダメだ。戻ったらダメだっていう言葉を私は小さい頃に学校で勉強しました。で、これは本当に多分日本全国の小学生が勉強した言葉だと思います。なので私も今でも覚えてるんですね。今23歳になっても10歳、11歳ぐらいの時に教わったこと、それを鮮明に覚えてます。なので今でもとにかく何か大きな災害が起こった時はパニックにならずに落ち着いて行動することが一番大切だと思ってるんですね。で、何年前か忘れたんですけど、私の住んでいるとこで結構大きな地震があったんですね。もう立つこともできない。立つこともできないし、もちろん歩くこともできない。それくらいの地震が起こって、やっぱり真っ先にしたことは机の下に隠れること。頭を守らないといけないので、何よりも一番最初にすることは何か頑丈なものの下ですね。強いもの、テーブルとか大きなテーブル、強いテーブルとかの下に隠れること。これを私はなんか無意識的にもうやらないといけないって思ってすぐに隠れたんですね。特に大きな被害っていうのは私にはなかったんですけど、すごく怖かったんですね。もう正直やばいって思いました。本当にこの地震もっと強くなるかもって思うくらい結構揺れて、で、しかも私が住んでいる場所は、これから将来的に南海トラフの地震が起こるって言われている場所なんですね。その南海トラフ地震っていうのがあるんですけど、それが起こった時に、すっごく被害が大きい場所に私は住んでます。私はその話を知ってたので、その大きい地震が私の家で起きた時に、これ南海トラフ地震かもって思ったくらい焦ったんですね。なのでその時のことは本当に覚えてます。で、別に皆さんを怖がらせたいとかそういうわけではないんですけど、本当に日本に旅行に来る人とか、日本に住みたいって思ってる人、絶対に地震のことについて調べてほしいんですね。どうやって逃げればいいかとか、何が大切かとか、世界には、地震がない国っていうのもあると思うんですけど、やっぱり地震が多い国に住んでる日本人として、本当に自然の力に勝つことはできなくて、地震もそうだし、津波もそうだし、火事もそうだし、もう何もできないから逃げるしかないんですね。もうどうやって自分の体を守るか、それが
一番大切です。さっき言った基本的なこと、頭を守るっていうのもそうだし、とにかく落ち着いて行動することとか、特に日本に住んでいる人は防災グッズですね。今って防災グッズって言って、もうカバンごと売られてたりするんですけど、非常食っていう消費期限が長いご飯、ちゃんと栄養を取れるご飯とか、水とか、衛生用品とか、そういう災害が起こった時に大切なものが入ってるカバンっていうのが日本にはもうたくさん売られてるので、もしこれから日本に住む予定のある方とかは、本当に家に一つは置いておいた方がいいです。もう何かあってからだと遅いから、地震なんて大丈夫だとか、逃げたらいいやとか、そんな風に思わずに、もうね、自分の身を守ってくださいね。私の家にも防災グッズがあるんですけど、本当に何かあった時には、ちゃんとこれを持ってどこに逃げるっていうのを家族と相談しておくっていうのも大切だし、万が一バラバラになってしまった時は、この避難場所に集まろうとか、そういうことを決めておくっていうのは本当に大切なことだと思います。で、結構日本人は地震に慣れすぎているっていう言葉を聞くことが多いんですけど、正直これは本当のことだと思います。やっぱりみんな生まれてから本当にたくさんたくさん地震を経験してるので、なんか、大丈夫だろうっていう気持ちが心のどこかにあるんですね。で、正直今私もこんなにみんなに危ないからちゃんと自分の身を守ってくださいって言ってるけど、私も心のどこかでは、大丈夫でしょうって思ってしまうこともあるんですね。そんな大きい地震なんて私には起こらないとか、やっぱり思ってしまってる方がたくさんいるっていうのも本当のことだと思います。実際にさっき言った避難訓練、あれも子供の時だけじゃなくて大人になってからもあるんですね。前に勤めていた会社、働いていた会社、ビル全体で避難訓練があったんですけど、やっぱりそういうふうに避難訓練があっても参加しない人ももちろんいるし、なんなら実際に地震が起きたこともあったんですね。結構強い地震だったんですけど、それでも、あの、やっぱり隠れる人ももちろんいるけど、隠れない人もたくさんいました。みんなめっちゃこうやって揺れててもパソコンパチパチ打ってたり、電話して会議してたり、そういう人もたくさんいたんですね。で、私はそれを見て、やっぱり日本人は地震に慣れすぎてるっていうのを実感したし、本当にそれは危ないことだなって思ってます。なんかね、結構私はビビリというか、すぐにちょっと怖くなってしまって、トレーニングとかもちゃんとやって、危機感を持っておきたいというか、常に備えておきたい、心配性なタイプなので、何か小さい地震とかでも、すぐにこうやって隠れたり、こう頭を守ったりするんですけど、やっぱり正直しない人の方が多いんですね。小学生、中学生、高校生の時もそうだし、大人になってからも、やっぱり小さい地震くらいだったら、ああ、また地震だくらいに思う人の方が多いと思います。でもやっぱりそういう小さい地震から気をつけておかないと、本当に強い地震があった時、やばいっていう事態になった時に、何もできないと思うんですね。日頃から気をつけておかないと。さっきも言ったように、地震と津波、他の自然災害、自然に起こってしまうことっていうのは、私たち人間が勝つことができるものではないので、もうどうやって自分を守るか。で、自分だけじゃなくて、きっと皆さんにも大切な人、守りたい人がいると思います。
私も大切な家族もいるし、やっぱり犬ですね。私はワンちゃんを飼ってるので、ワンちゃんって自分で何かできないじゃないですか。やっぱり動物は自分で頭を守ることもできないし、パニックになってしまう子も多いので、やっぱり自分自身が守らないといけない大切な家族を守るためにも、本当に日頃から気をつけたいことなんですね。多分私はちょっと心配性すぎるので、今日のお話が参考になったかはわからないんですけど、私にとってこの動画を見てくれている皆さんは私の大切な人なので、本当に皆さんに無事でいてほしいから、このお話をすることにしました。とにかく自分を守る方法を知っておくことと、あと防災グッズは家に置いておいてほしい。日本に住む人はね。あと日本じゃなくても、そういう自然災害があるところに住んでいる人とかは、本当に持っておいてほしい。何かあってからでは遅いので、本当に無事でいてくださいね。ちゃんと守ってください。自分自身を。ちょっと今日のお話長くなっちゃって申し訳ないんですけど、でも大切なことだから皆さんにちゃんとお話ししたくて、こうやってポッドキャストを撮りました。なので少しでも多くの人が今日の動画を見て、地震に対して何か感じていてくれたらすごく嬉しいです。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。